皆さんこんにちは。今日はね、いつも見通りちょっとメイクとかして硬くなるんじゃなくて、ちょっとリラックスしてみんなとお話ししたいなと思って、今日は質問コーナー系な感じで、動画撮ってます。インスタとか YouTube とかでいろんなとこで質問とかいただくんだけど、なんかメイクのことだったりとか仕事のことだったり、恋愛のことだったりなんかいろんなこと聞かれるんだけど、今日はねそれを答えながらちょっとみんなとリラックスしたいなと思ってます。よくいただく質問から答えていこうかな。また自己紹介動画みたいになりたくないからあれなんだけど、年齢僕は24歳です。10月29日で25歳になります。住まいアメリカのケンタッキー生まれ育ちで、今なおまだケンタッキーに住んでいます。で、日本には住んだことがありません。どうやって日本語を学んだのか。これはね、正直これだけの話題だけで動画が作れるくらいない話になっちゃうんだけど、簡単に省略して言うと、まず親でしょ。親のおかげと、兄弟がいます。上に兄と姉がいて、家族の中ではもう必ず日本語で、もう英語はありえんってぐらいって感じで、英語って言ったら多分鳥肌が立ちますね、想像するだけで。環境をなんか全部もう日本にいるかのような環境を作ってくれた両親のおかげで、こうやって日本語を使うことができます。あとはね、日本人学校とかにも、毎週土曜日に通ったりとかしてて、バイオリンとメイク以外に好きなこと、筋トレぐらいですかね。筋トレし始めたおかげで、なんていうのか、自分に自信がある感じ、自分ナルシストな自分がいるっていう感じで、筋トレはバイオリンとメイクと同様くらい始めて極め続けてよかったなと思っていることの一つですね。これもよくいただくバッグの中身。バッグがね、僕、男でもあるっていうので中身が結構少ないので、そのバッグの中身紹介動画って言ったら結構短いなと思ったから今紹介しちゃう。カメラ下がってください。今の僕が使っているバッグはこちらのグッチのものになります。グッチにはあまり興味なかったんだけど、うちの母さんが、これと同じ柄のバッグに興味を持ってて、でグッチストア行って、でお母さんが会計してる間になんかうちのお父さんがリキリキリキとか言って何って言って呼んできて、なんかついてったら、なんかこのカバンこれどうとか言われて、要するに一目惚れしたんですけど、そしたらうちのお父さんが買ってあげようかって言ってくれたので、なんか大事に毎日使ってます。これね、その時着てる服にもよるんだけど、たまに財布が入ってます。できるだけ財布はもうポケットに入れてるんですけども、こちらもグッチのものになってます。これ可愛いよね。グッチの財布ってなんかこういう変わったアクセサリーとかもついてて、こういうの見たことなくない？この竹にこうパールがついてる感じで。これって僕と同じ年ぐらいのか、その上の方しかわかんないと思うんだけど、昔日本って、作文帳って植物とか昆虫とか書いてあった時代覚えてますか？あの時代が僕すごく好きで、昆虫とか植物って、なんか自然のものってすごく好きで、なんか今ってなんかそれが逆になんか評判悪いらしくて、なんかあんまりなんかどちらかっていうとキャラクターものが多いですよね。だからこうやってグッチのこうやってお花とかこうやって植物系のものとか出てくると、なんかすんごい可愛いと思うし、こういうの大好き。で、次がこちらね、この動画を今日ご提供していただいてるんですけれども、スーディオさんというところのヘッドフォンになっております。僕はジムに週3回通ってるんですけれども、今はヘッドフォンを使っています。この前まではね、ワイヤー付きのイヤホンとか使ってたんだけど、ワイヤー付きだとたまにね、ダンベルとかやってる時とかにすごく危ないので、ダンベルとかで筋トレしてると、たまにワイヤーに引っ掛けて、たまにいきなりガッってマジでなることがあって、めっちゃビビる。本当にね、起きるとね、ちびりそうになる。要するにこれだとワイヤレスになれるってことと、クオリティめちゃくちゃ良くて、ではここ白いマーブルになってると思うんだけど、いただいた時はここマーブルじゃなくて、ここを簡単に回すだけでなんかデザイン変えられるとかいうなんか優れもので、これもう結構1ヶ月以上テストしてるんだけど、なんか充電切れることも1回もなく、すごくお気に入りです。ちなみにこのヘッドフォンの割引クーポンもありますので、それは概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。ヘッドフォン欲しい方はね、一緒にお揃いにしよう。可愛くない？ヘッドフォンのお揃いとか。あとはね、ちょっと書類が入ってるんだけど、Mac の書類。多分これは見せたらクビになっちゃうから、ちょっとそれはやめといて、これもね、Mac のうちのマネージャーとアシスタントマネージャーの方が手紙くれて常に入れてます。あとはティッシュでしょ、ミントでしょ、なんか溶けて変形してる抹茶のキット買ったでしょファンの方に送っていただいたのこのタイムシークレットっていうところの SPF50 と PA も入ってる直しパウダーで、 SPF が入ったパウダーってほんと天才な発明だよね。あとはこのバナナに入ってるなんか文房具で、あとはメイクのラッシュパウチ、博報堂のハイライトブラシで、これハイライトブラシなんだけど、
小鼻とかね、こうやっておなししたい時とかにぴったりなので、パウダーはスキンフードのピーチコットンと、これは多分うちのお父さんがお土産かなんかでもらった油取り紙と、で、色付きパウダーはフルカバーのものじゃなくて、ちょっとシアなカバレッジのあるこちらの Next to Nothing MAC のパウダーが入ってます。これはね、僕の大事なお友達からの質問で、好きな人と好きな人のタイプ。これは YouTube 始めた当時から言ってるんだけど、この世の中に、ザック・エフロンっていう人がいるんだけど、全く興味ないんだけど、なんか常にね、彼が出てる映画は全部持ってんの。全然興味ないんだよ。なんかこう見てるだけでなんか胸はドキドキするけど、全く興味ないんだよ。ザック・エフロンって言うんだけど、この彼のこのラッキーマンって映画見て、彼の体が欲しいと思って筋トレ始めて、なんで人生を変えてくれたザック・エフロンなんだけど、全く興味ないよ。僕ね、タイプの人はね、ちょっと若い人っていうよりも、ちょっとおじさま系の人が好きで、おじさまで、なんかちょっと昭和の匂いがちょっと強い感じの人が好きで、本木雅弘さんとかもっくんとかすごい好きだし、これね、めっちゃね、ランダムなんだけど、京都の日本料理家の土井善晴さんとか、ね、はとかって思うかもしれないんだけど、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。なんか性格もさ、すごい良さそう。V6の岡田准一めっちゃかっこいい。岡田くんめちゃくちゃかっこいい。あとはね、テルマエロマエとかでも見てた、阿部寛さん。テルマエロマエの時ね、ほんとマジで話出るかと思いました。ていうか、実際に人間話出るのこういう時って。実際、そういう表現するけど、マジで出たらやばいよね。それで韓国人もかっこいいよね。韓国では僕はもうパクシフ、もう一筋ですね。ケンジプリンセスっていうので初めて見たんだけど、パクシフはもう僕のものなので、皆さん、もうググらないでください。知らない方は。もう僕のものなので、もう諦めてください。うん。初恋の話。来たね。ついに来たね。みんなこのこと知りたかったでしょ。これは初めてできた恋人でもあり、初恋でもありって感じなんだけど、大学の2年生から3年生に変わる夏休み、アメリカはね、学年は夏休みの間に変わるんだけど、春休みじゃなくて、日本みたいに。うちのバイオリン教授が誘ってくれたこのイベントみたいな、イベントっていうか、フェスティバルみたいなものがイタリアにあって、じゃあそれ一緒に行かないかって言われたから、教授と一緒に、イタリアに行ったんだけども、そのイタリアで行われるフェスティバルは、オーケストラがあって、そのオーケストラに世界中から集まってきてて、もう中国から来てたし、なんかもちろんアメリカからも来たし、もう、ああいうヨーロッパとか、なんかもう世界中からもう本当に来てて、なんか一つのオーケストラに入ってて、すごいオーケストラだったんだけど、もちろんね、そこにいるから、ちっちゃいこの宿とかになんかこうルームメイト形式でこうランダムで入ってたんだけど、ちょうど僕のその時のルームメイトが香港から来てたチェリストの子で、最初はね、全く正直言うと全然興味なかった。だって彼はさっき名乗った人たちのもう正反対の感じの男の子で、全然最初はどうとも思ってなかったんだけど、なんかだんだんなんかこう知り合っていくうちに、なんかすごい怖いくらい自分のクローンなんじゃないかと思うぐらいすごい気が合い始めて、今まで誰にも言ったことないからすんごい恥ずかしいんだけど、なんかこうきっと人間結婚とかする時とか相手見つける時って多分こういうときめきがあるんだろうなっていう風に思うくらいお互いすんごい好きになっちゃって、もし一緒のどこに住んでたらもう永遠に一緒にいるんじゃないかと思うくらいなんかすんごい仲良くなっちゃって、だけどこのイタリアにいたフェスティバルはたったのに2週間だったから、お互いここであまり付き合うことにしちゃったらお互い傷つくだけだよねとか言ってて、だって彼は香港、片や僕はケンタッキーって感じです。もう世界の真反対、もう本当に真反対なんですよ。時差もう完全に12時間でしょ。もう地球でも真反対でしょ。でまだうちら子供でしょ。だからもう多分この2週間終わった後はもう二度と会うことがないよねって言ってたんだけど、でもお互い本当にもう好きを通り越してのもうなんていうか愛っていう感じだったから、もう付き合うことにしちゃったんだけど、その後はもちろんね、お互い家に帰った後はもうスカイプばっかりみたいな。だからもうお互いなんか犠牲にし合ってみたいな、どっちかがまあ順番で朝早く起きて、どっちかがまあ夜遅くまで起きて、まあスカイプして、まあ1時間ぐらい話して、でまあ寝るなりその日の続きをって感じだったんだけど、それがね意外とね5ヶ月ぐらい続きました。だからまあでなんかお互い好きでそこまで頑張ってるとなんか意外とこう逆方向になんかお互いなんか痛々しい関係になってくるっていうところがあって、それでちょっと諦めちゃったんだけど、はい、それが僕の初の恋愛の話です。一番好きな本漫画とか言っていいのか本ももちろん好きなんだけど、やっぱり漫画の方が読む頻度は多いですね。昔から一番もう未だに大好きな漫画が、こち亀で、
うちのお兄ちゃんが初めて集めてて、ほぼ全巻うちにあって、さっきのね、どうやって日本語を学びましたかっていう質問の答えでもあって、こち亀って日本の歴史とか日本の文化のこととか日本人のなんか描き方とか、その当時のその漫画で描かれた時代の日本のこの一番流行だったこととか、日本人がどういう振る舞いをしてたのか、どういう言葉遣いをしてたのかとか、それが全部すんごい詰まってる漫画で、こち亀ってなんか読むだけでなんか日本の教科書みたいな、そんな感じ。こち亀って本当大好きですね。好きな食べ物と嫌いな食べ物。好きな食べ物コロッケ、嫌いなもの生卵、マヨネーズで、どっちを卵やんね。所持金800円で激うまの800円のラーメンを食べるか、激まずだけど400円のラーメン、どちらを食べますか？所持金800円で800円全部なくなるってかなり厳しいよね。しかもラーメンでしょ。それって、その日の貯金の話1週間とかやったらやばいよね。ラーメンじゃなくておにぎりにするっていうオプションないの？ 800 円のラーメン。今ハマってること。万字って言葉ですかね。次もお友達からいただいた質問なんだけど、アメリカ生まれの日本人として見る日本と日本人はどんな感じか。結構ディープな質問だね。まず僕自身、友達にアメリカ人なの日本人なのって聞かれた時になんか正直答えが出なくて、まあ一応日本人ですとは言うんだけど、まあ結構ね、僕アメリカ生まれ育ちでもやっぱり育ったうちの家庭からしてなんかもうすごく日本人として育てられたので、そっちの方が強いかなと思うし、日本人としての意識がすごく高いです。まあこの質問を順番的に答えるとして、まず日本に行きます。日本に着きました、空港に。外国行く時とかはやっぱり入国審査が必要なので、そう行くと、ね、警備員とか、入国審査、審査員とかそう見る時って、なんかやっぱり日本に着いた瞬間ってなんかみんな弱そうっていうイメージはあります、すごく。だって、日本の用事が終わってアメリカに帰ってアメリカの入国審査、イミグレーションを取る時って、めっちゃやっぱなんかいきなりのこの人種の違いにびっくりしますよ。本当にアメリカのイミグレーションって怖い。もう、日本人の倍どころか3倍4倍ぐらいの体型してるんじゃないかって感じだし、筋肉の塊だし、めっちゃ怖いし、目線もやばいことしたらほんとひとひねりで殺されるんじゃないかと思うような、なんかそのギャップにはちょっと正直びっくりします。それと僕が見る日本人はどんな感じかというと、典型的な答えなのかもしれないけども、やっぱり控えめなのが日本人っていう感じはします。かといって日本人はオープンではないのかというと全然そうじゃなくて、僕がもっと言いたいことは、昔自分が行ってた大学で日本語クラスがあったんだけど、その日本語クラスのアシスタントとして家庭教師みたいなアシスタントの教師みたいなことをやらせていただいてたんだけど、ちょっとの間その時にすんごい熱心な生徒さんがいっぱいいて、本当にずっとケンタッキー生まれ育ちだったのに、なんかもう独学でなんか結構日本語が話せたり書けたりとかできるまでのレベルの子が、2、3人いて、その子たちとなんかディスカッションっていうのかな、会話のなんかする時間とか作ってなんかやってたんだけど、その時にね、この子たちはすごい熱心だったから、このバイト敬語っていうものを知ってて、じゃあそのバイト敬語っていうものについてもっと学びたいですって言われて、で僕自身ね、その時自分自身大学生だったから、まだそんなディープなことまで自分が教えられないなと思ってて、でもね、僕は日本人として、そしてアシスタントの教師としてその責任を持ってちょっと僕も勉強してて、その勉強してた時に気づいたことなんだけど、そのバイト敬語の時とかって、例で言うとね、例えばその一番有名なのがお札とか渡す時とか、店員さんに2000円からお預かりしますって言いますよね。2000円お預かりしますでいいのに、からって入れたりとか、あとはレストラン行く時とか、ハンバーグを注文します。ハンバーグ出てきた時にハンバーグになります。でもハンバーグにならないですよね。ハンバーグでございますが正しい日本語なんだけど、じゃあなんでバイト敬語っていうものが存在してそれを直さないのかという討論になったんだけど、その時に確かになんで日本人はこんなに正確さを求める人種なのにずっとこういう言葉扱いするのかなって考えた時に、日本人の心遣いかなってなんかピンという感じはきましたね。なんていうか、レストラン行ってさ、ハンバーグ出てきた時にハンバーグでございますって言われると
すごい丁寧だし綺麗だなと思うけど、でも明るい感じではないよね。ハンバーグになりますって言われた方が、なんか、わっていう感じが、本当にわーっていう感じじゃないかもしれないけど、なんとなくこう、ふわっとした感じはなるよね。だから、なんか2000円お預かりしますって言われるよりも、2000円から、なんか、あなたから、なんかこう、丁寧にこう、ちょっとお預かりしますねっていう、なんかそういう言いたい、その心遣いを略してからを入れて、2000円からお預かりしますっていう風に、こう、心遣いで、なんかこう、わざと間違った日本語を話すのかなっていう風に思っていて、だから日本人は、こうすごく丁寧だし優しさもあるし、年上の方にはちゃんと礼儀も持ってちゃんとね、学校とかで先輩って呼んだりとかさするじゃない。アメリカでは先輩とか言わないですよ。タメ口でファーストネームで呼びますからね。アメリカでは先輩とかないので、そういうシステムは。だけどそういう心遣いとか優しさとか丁寧さをさりげなくこう日常にこうポロポロこう出す感じが日本人かなっていうふうに思っていて、だからすごく日本人ってなんかこう穏やかだしこう綺麗なイメージが僕にはあります。かといってね、アメリカ人はどうなのかっていうと、あんまりもともと英語自身がその日本語みたいにこうデリケートな言語ではないんですよ。なんか日本語ってすごい自由感がすごいなと思うの。だから僕日本語が大好き。日本語ってもう自分の言葉も作れるし、もうとにかくなんか自分の表現したいことを伝えるのがすごく伝えやすい言語ですぐ日本語が大好きなんだけど、英語とねなんかすんごいね限られた言葉しかないっていう感じがするんですよ。もともと英語はなんか正式な新聞とかじゃない限り、友達とか話す時とかはもうすでに英語っていう言語自身がもうすごいオープンっていう感じ、なんかすごくもうすでにフレンドリーっていう感じがするんですよ。将来の夢はね、小学生の時からもうとにかくケンタッキーに出たいってことだったんだけど、本当は大学の時にシカゴの、芸大に行けるはずだったんだけども、やっぱりねバイオリン専攻したいなと思って突然変えちゃったから、ケンタッキーにいることになっちゃったんだけど、今はなんかメイクとかバイオリン両方やってるけども、現実的に考えて極めるんだったらメイクの方かなっていう風のはするので、やっぱりケンタッキーを出てやっぱり大都会とか、やっぱりね大都会って言ったらね、僕ニューヨークって結構苦手で、ニューヨークに行かれた方とかはわかるかもしれないんだけど、ちょっとねなんか殺伐してる感じがニューヨークで、なんかこう機会もあってなんかいろんな出会いもあったりとかするのがロサンゼルスかなっていう感じがするので、うちの兄もねロサンゼルスに住んでたので、ちょっと何回か行ったことあるんだけども、やっぱりロサンゼルスに住めたらすごくいいですね。やっぱりロサンゼルスに行って兄も近いことですし、何がしたいのかっていうのはなんか自分自身も言えないからちょっと不安でもあるんだけど、そうですね、いつかロサンゼルス行ってなんか大きなことしたいですね。あともう一個くらい何にしよっかな。そして動画が終わる前に最後に一言。みんな、keep dreaming だよ。今日の動画はこれくらいにしたいと思います。質問はいつでも募集しています。なので、Instagram でもいいですし、YouTube でもいいですし、E メールでもいいですし、好きなとこに、どんどん、ご質問を、ください。いつでも募集中です。今日も動画見てくれてどうもありがとう。次の動画で会おうね。じゃあねー。ちょっとそれとね、みんなに言うの忘れちゃった。PO ボックス開きました。前の動画で、皆様に、とってもありがたいことなんですけども、僕にお荷物を送りたいですっていう方が、たくさんいらっしゃったので、そのお気持ちになんか応えたくて、今回 PO ボックスを開くことにしました。PO ボックスっていうのはね、何かというと、僕の自宅に届くわけではなくて、郵便局にお届けしていただいて、僕が後で取りに行くっていうスタイルなんですけれども、その PO ボックスは、お手紙でもお荷物でも何でも大丈夫です。ぜひ、何か送りたいなっていう方は、下に、住所を貼っておきますので、そちらまでお願いします。はい、それでは今度こそ本当に、また次の動画で会おうね。じゃあねー。